おはようございます。たかしです。本日は5月1日水曜日、ただいま9時16分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。こちらは日足を表示させているんですが、昨日の日足のローソク足は陽線です。その前の日が介入が入っただろう陰線にはなっているんですが、現在は月足のラインにもぶつかっているという話をしておりました。この赤い水平線ですね。そして月曜日に大きく上昇して結局戻されたんですが、ちょうどこの赤い水平線付近でローソク足の実態が止められているのがわかります。これは月足のラインが意識されているっていうことですね。そして昨日火曜日は陽線ですので、現在はこの高値圏での揉み合いなのかなという感じですね。ここでの揉み合いを経てもう一度200円を目指して上昇していくのか、ここでの揉み合いからの下落になっていくのかというところです。基本的には日足の GMMA は上向きですので上昇トレンド中なので、基本的な考え方としては下がったところを買っていくという押し目買いが安全なんですが、為替介入で突発的に大きく下落するということも考えられるので、そのリスクはあるのでそこはご注意ください。そしてこの大きな陰線、介入でのこの陰線をきっかけとしてここからダラダラと下落していく場合は、白いトレンドライン、これが今のこの上昇の傾きなので、このトレンドライン付近までの下落が考えられますので、そう考えると193円とか194円ぐらいまで下がってくるということも考えますので、現在がだいたい197円ぐらいですので、3円か4円ぐらいはまだ下落余地がある。この為替介入での下落のポイントぐらいまでは下げてくる可能性があるとは考えておいた方がいいです。もちろんこのまま上抜けていくかもしれませんので、現在地で今揉み合ってますよね。この揉み合いをどっちに抜けるのかっていうところを見ておきたいです。では4時間足です。昨日はかなり分かりにくい動きをしておりました。結果的にじりじりと上昇はしているものの、すごく分かりにくい上昇の仕方だったなという印象ですね。こちらも4時間足 GMMA は青帯、上向きですので上昇トレンド中。ですのでこの介入で下落して、そこから反発の上昇はしてきているんですが、どうもこの動き方ちょっと上値重いですよね。しかもストキャスティクス高値圏にありますので、本日ここからダラダラと下落していくという風な、そういうイメージもできます。その場合はこの介入の安値 193.5 付近を目指して下落していきますので、その辺の流れをイメージしておきたいですね。日足のストキャスティクスも下落中、4時間足もストキャスティクス高値圏にあるので、基本的にはやはり上値が重い、もしくは下落方向への動きをイメージしておくといいと思います。ただトレンドとしては上昇トレンド中ですので、そこは間違えないようにお願いします。では1時間足です。昨日のこの上昇ですね、すごく分かりにくいという話を4時間足でしたんですが、1時間足を見ても分かりにくいんですね。15分足ぐらいにするとこの辺綺麗にトレンドを作っているので、その上昇トレンドの流れに乗っていくっていう、そんな考え方です。日足も4時間も GMMA の青帯は上向き、1時間足も上向きですよね。一度横ばいになりかけたんですが、そこから再び上を向いてきておりますので、基本的には上昇しやすいとは考えておきたいです。ただ4時間も日足もストキャスティクスは高値圏にありますので、今1時間足とか15分足を見ていると上昇方向に動くのかなと思いますが、もし1時間足の GMMA を下抜けるようなことがあれば、ここからダラダラと下落方向に動きますので、今 GMMA の上にある間は上昇に動きやすい。でも GMMA の下に入ってくると下落方向に動きやすいという風に考えておくといいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。こちらは日足なんですが、こちらも現在の上昇の傾きはこの白いトレンドラインです。で、160円ぐらいまで上昇した後、そこからの急激な下落で上髭下髭を作っているんですが、昨日のローソク足比較的強いですよね。そう考えるとここから上昇していく可能性も考えておきたいです。ただストキャスティクスを見ていると現在下落中ですので、比較的上値は重くなってくるということと、また次の介入が本日とか明日来る可能性もあるので、そこはご注意ください。では4時間足です。日足にはフィボナッチリトレースメント、こちらの方ですね、この上昇に当てたフィボナッチリトレースメントを作っておりました。で、そのちょうど3
38.2%、ここですね。このオレンジの点線まで下がってきて、そこからの反発上昇になってきているんですが、今度4時間足では別、逆向きのフィボナッチリトレースメントを作っているんですね。ここ、月曜日の高値から月曜日の安値に引いたフィボナッチリトレースメントの現在 61.8% というところを黄色のラインにしているんですが、今その付近まで上昇してきております。ここ 158.028 というところ、ちょうど158円っていうのは切り板でもありますので、このあたりからの下落も考えておきたいですね。逆に158円を明確に上抜けてくれば、おそらくまた160円を目指していくと思いますので、今はこの158円付近で下落していくのか、もしここから下落するのであれば、153円台ぐらいまで下落してくる可能性が高くなりますので、その辺の動きを見ておきたいですね。ただこちらもポンド円と同じく、今 GMMA の青帯は上向きで上昇トレンド中ですので、一応イメージとしてはこのあたりから下落する可能性は考えておきたいんですが、値頃間でのエントリーはしないようにお願いします。では1時間足です。こちらも GMMA の青帯は上向きになってきてますね。昨日の動きもじりじりと上昇はしてきております。動き方としてはすごくわかりにくいんですが、GMMA の青帯、月曜日に GMMA の青帯を下抜けて、今度 GMMA の青帯がレジスタンスになってましたよね。何度も上値を抑えられてました。そして昨日の朝に GMMA の青帯を上抜けてきたので、そこからはこの青帯がサポートに変わって動いてますよね。比較的わかりやすい動きをしていると思いますので、また下落してくれば GMMA の青帯がサポートになって再上昇するということも考えられます。逆に言うと GMMA の青帯を今度下抜ければ、それがレジスタンスになって再び下落していくということも考えられるので、その辺の動きを見ておくといいですね。基本的には1時間4時間日足と全て上昇トレンド中ですので、下がったところから買っていくのがいいんですが、今はこの介入後の動きでもう一段の下落も考えられますので、それがどちらになるのかっていうところを本日は見ておきたいです。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今がお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。